皆さんこんにちは、車いじりバカです。今日はこんな感じでお届けしようと思います。これは決して死体遺棄ではございません。エンジンのパーツです。我が家では臭くて汚いものはこのようにビニール袋に厳重に包んで保管されております。まずはこれを取り出していきます。せーの、よいしょよいしょ。はい、ヘッドを下ろした動画を出してからしばらく経つので、皆さんどうなったんやろうと思われているかもしれませんが、作業の方は大変スローではありますが進行しております。家の中にワークベンチがあって、それで家の中で作業できるような夢の環境がまだ私には整っていませんので、この日は晴れてもいたし、まだゴミがたくさん出そうだったので、ヘッドを屋外へ持ち出して掃除をすることにしました。こういう作業は本当は家の中でもできるし、ちゃんと椅子に座ってやった方が腰にも優しいんですが、なんせ家の中でしか作業できない正当な理由がないのに、屋内で作業するというのはですね、確実に家庭不和を引き起こしまして、晩のおかずが2品ほど減りそうだったので、外でやることにしました。というかなりました。まずこの日はヘッドについている不要なものを外して、ヘッドを洗浄液にドボンとつけられるようにしようと思いまして、そういう作業をやっていきます。最初にやったのはこの液マニ外しです。実はヘッドを外したその日にこの液マニも外そうと思って途中までやってたんですが、毎度おなじみの錆びたボルトを思いっきり舐めてしまいまして、途中で断念していました。ボルト舐めた時はもうこの際つけたままでもいいやぐらいに思ってたんですが、この大きさじゃさすがにこのまま洗浄液にドボンというわけにもいかないので、ひとまずこの舐めたボルトを外してみようということでやっていきます。もうこの作業は車載のまま触媒の遮熱板を外した時にやったので慣れたもんですね。とか言いながらちょっと煙が出たりするとビビっておりますが、これも5分ぐらいきっちり炙りまして、それから高健産のナットツイスターで緩めました。せーの。よいしょ、痛い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 。はい、無事外れました。高健産のナットツイスター最強です。その後、吸気側のガスケット剥がしをやりました。車整備の動画なんかでこのガスケットを上手に剥がされているプロの方の所作を予習してたんですが、現実はそんな綺麗に剥がれてくれませんでした。結局砕いて外して、で残ったガスケットをスクレーパーで剥がしていくというすごい地道な作業になりました。確か成田オートさんだったと思うんですけど、こういうのにのみの刃を研いで使われていたのを見たことがあったんですが、今回自分でやってみてすごくのみの刃を試してみたくなりました。次にヘッドを外したので、取り外しが超楽勝になったオルタネーターを外しておきました。これも今なら簡単に交換できるので、リビルド品でも買って付け替えておこうと思います。予防保守ですね。取り出したオルタネーターはこんな感じでした。この日はこんな感じで作業を終えまして、これまた次の週末の映像になります。皆さんこんにちは、車いじりバカです。今日はですね、ダダダディ屋外駐車場が雨天のため何もできないということで、室内で作業していこうと思います。はい、ということでこの翌週の週末はずっと雨で、全く外で車いじりができないというですね、私にとって最悪の状況でした。ただですね、屋内でヘッドの整備をしたくてしょうがない私と、早く整備を終わらせて家の中に置いてあるパーツをさっさと片付けてほしいうちの奥さんとの利害が見事に一致しまして、この日は家の中でヘッドの整備をやる許可が出るというですね、奇跡が起こりました。ちなみに奥さんは今回のこの整備が終わったら家の中にあるパーツが全部なくなると思っている節があります。
ただ実際はそうなるかと言われると皆さんもうお気づきと思いますが、そうは決してなりません。もちろんそんなことはこれっぽっちも匂わさず、私の方はしれっとオイルの匂いを家中に漂わせながら作業をやっていきました。前半の方でも言いました通り、計画としてはこのヘッドを洗浄液にドボンとつけてピカピカにしようと思っています。この日はその準備としてガスケットの残りカスの掃除とバルブの取り外しをやりました。ちなみに今映像で外しているオーリングがビートの E07 エンジンの持病と言われている原因となるパーツです。このオーリングが劣化してくると隙間からプラグホールへのオイルの侵入を許してしまいまして、私の3番シリンダーのようにプラグがオイルでベタベタになってしまいます。ひどくなるとおそらくオイルがずっと溜まっていってしまって電気的にダメにしちゃうとか、そういうことになるんじゃないかと思っています。ガスケットは主に吸気側の残りカスをきれいに掃除していきました。はい、だいぶ掃除しました。あんまりやるともう傷がいっちゃうんで、このぐらいにしておきます。それでオイルストーンで磨きます。お、きれいになる。よし、もう大体これで OK。OK にしとこう。その後、排気側のガスケットもきれいに掃除しておきました。カムカバーのパッキンが当たるところもきれいに掃除しておきました。はい、それでは皆さんお待ちかね、いよいよバルブを外していきたいと思います。こっちがインテーク側の1番、2番、3番なんで、1番の、こっちが車体前方なんで、左右左右左右というふうにですね、このケースにしまっていきたいと思います。こうやってやらんともう絶対ぐちゃぐちゃになりそうなんで。はい、あとですね、バルブスプリングコンプレッサーってやつ買いました。もうどうせ私素人でこんなもん一生に何回やるかぐらいなんで、安物のセットを買いました。多分使えると思います。なのでここにこれをセットするんだよな、きっとな。多分こっち側でバルブをして、こっち側でこれ回して、多分これでこう回すんやろね。こうしてね。コッターっていうのはちっちゃくて磁石で引っ張った方がいいみたいなんで、ここに磁石を持ってきましたので、これでこう吸い付けたいと思います。うまいこといくかな。じゃあまず1番の左を外していきます。はい、映像では言っておりましたが、最初の2つぐらいはかなり手間取りましたので、ちょっと作業がこなれてきた3本目ぐらいからご覧ください。よいしょ。よし。OK。これ工具が安物なのかこういうものなのかちょっとよくわかんないんですが、このスプリングを押さえている丸いパーツがあるんですが、この部分がこのコンプレッサーのアダプターにいつも挟まって抜けにくくてちょっと困りました。ただですね、こういう風にハンマーで後ろから叩いたら外れることを発見して、
これで作業がスピードアップしました。はい、エキゾースト側行きます。はい、吸気側を6個やると、さすがに作業もスピードアップしてきてですね、排気側を外すこの辺りまで来ると、こういう作業を効率よく上手にやっている自分にすっかり酔っちゃってますね。得意げな顔を皆さんにお見せしたかったです。見たくないですか？まあそんなこと言わんと。はい、しかしサンデーメカニック楽しくて最高のストレス解消になりました。最後に1本ずつバルブを抜いていき、所定の場所に収めていきます。これで今日の作業はほぼ完了です。はい、ということでだいぶ分解今日しました。で、何をやったかというと、バルブを抜きました。まずインテーク側ですね。インテーク側はこんな感じです。1番シリンダーの左右、2番左右、3番左右という風に取りました。で、インテーク側ってなんかやっぱこういう風に綺麗なのかなですかね。ちょっと私よくわかんないんですけど、なんかこれもう極めて綺麗に見えます。1番、2番、これもなんか新品みたいに見える。2番もう綺麗だよな。ね、綺麗ですよね。これ3番。はい。で、排気側ですね。のバルブは結構やっぱりこれなんていうかカーボンなんかな。特にこれ3番のよいしょ、ここは結構焦げてるっぽいですね。真っ黒。です。で、私がぐいぐいとクランクを回して曲げそうになっていたこの2番、ここに傷がちょっとついてるですけど、これがまあ曲がってるかどうかですね。まあちょっと目で見た感じでは全然曲がってそうじゃないです。なのでいけるかな、わかんないけど。ね、そんなになんか汚くなさそうな気がする。2番のもう片っぽ右側ですね。なんかこれも大丈夫そうに一見まっすぐに見えます。ホンダカーズ日吉の整備士さんによると、まあ手でグイグイ回したぐらいじゃ曲がりませんよ、ちょっとこれ曲げてみてくださいっつって、この間お店行った時にこう手でこう曲げさせてもらったんですけど、確かに、まあよっぽどエンジンが回ってたら絶対曲がるとおっしゃってましたけど、まあ手で回したぐらいじゃそんな簡単に曲がらないと思いますということだったので、まっすぐであることを祈りつつ、できたら使いたい、もしくはもういっそのこと新品に変えるか、結構高いんで考えます。はい、ということで今日はここまでかな。こいつ外すんだよな。で、インマニの方のここのガスケットのカスも取りました。で、液マニの方もまあまあ綺麗にした。よいしょね、まあまあ綺麗です。ということで、あとはもう洗浄液にドボンとつけて洗いたいと思います。ちょっとそれは来週かな。はい、ということで今日はヘッドのバラシをやりました。早くビート直して春で暖かくなるんで乗り回したいと思います。引き続き頑張りますので応援よろしくお願いします。
今日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。